はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、後ろに見えております、大会長、ケツアコアトルス君の嬉しいお知らせと悲しいお知らせをお送りいたします。前回ですね、お送りしました仕様変更に関してですね、再度プラットフォーム上に恐竜門が置けるようになりました。それによってですね、ケツのトラップが再び作れるようになってきたんですが、それに関してもですね、ちょっと仕様変更されておりまして、悲しい結果にもなり得るところがありまして、順番にご紹介していこうかと思います。それぞれですね、通常の万能なケツトラップのお話と、ケツによるケツのためのトラップもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、こちら、ケツトラップ、今回の仕様に合わせたもので再度作成しております。簡単に完成形だけお話ししますと、こちらは設備ですね。ここはお好みでいいんですが、恐竜を乗せて運ぶ必要が出てきますので、それ用に落ちないようにですね、後ろに建築物を置いていただくと支えになりますので、移動できるようになるかと思います。そのまま乗っけてもいけるんですが、割と落ちたりしますので、後ろにこういう設置物を置いておくと一応支えになりますので、活用いただければと思います。壁でもいいんですけどね。一応これが建築上限になっております。登るスロープは必要になりますので、コットがないんでね、乗っけないといけませんので、トラップ部分はこういう感じになっておりまして、理由はですね、また後ほど作るときにご紹介させていただきます。元々の作りで作った場合ですね、ちょっと支障がありますのでカスタマイズしております。埋まるんですが、大して問題はないので、こういう感じになっております。ちょっと簡易的に仕様に合わせて作ったものになりますので、もう少し煮詰めれば、もう少しかっこよくできるかもしれないので、ぜひいいのができましたらですね、コメントいただければと思います。ライトとかも置いてるので、その辺削ってもう少し短くしてですね、壁とか置いてもいいかもしれません。こっちはケツトラップですね。これはサクッと作ったものになりますんで、あれなんですが、4マスの間に距離も2個置いただけのものになってます。後で実践だけしておきますね。建築は余裕あるんで、ちょっと何か置いたりとかしてもいいかもしれません。ではですね、実際建築に入っていこうかと思います。まず建築にあたってですね、土台なんですが、このように薄型になります。土台埋めが必要なくなりました。土台として置けるのは6マスが最大になっています。最大限置く場合ですね、このように後ろに置いていただいて、不足なんであれなんですが、今回ケツトラップに関してはですね、ギリギリ後ろとギリギリケツの左側、トラップ置く側、ギリギリに土台を置いていきます。ちょっと左寄りになる感じで。ここは4枚いいです。次に壁をこのまま土台に対して下には置けなくなっているので、ここに壁を貼ります。それを下に伸ばすと。上に1枚でそこから2枚下に下ろします。ここに天井を貼りたいわけなんですが、もともと貼れなかったんですが、今回仕様変更でね、貼れるようになってますので、そのまま貼っていただきます。これちょっと飛んでないと建築できないので、1マス開けてトラップ作りますんで、トラップ部分を4マス。この状態。ここに対して恐竜門を置きます。この字ですね。これもスナップするようになりましたんで、置きやすくなりました。この状態ですね。こちら側に関しては壁にします。ただしですね、このまま壁で貼ってしまうと攻撃ができなくなるんで、一番下は抜けないように窓枠にします。ちっこい生物でも捉えれるようにですね。特にちっこい生物使わないんであれば、普通に扉枠とかで大丈夫です。上は扉枠を置きます。そして天井ですね。
この状態ですね。扉を前と後ろとケツ側に貼ります。トラップ部分はこれで完成ですね。ちなみに、この1枚壊すとですね、壊れてしまいますので、土台からはこれ1枚で繋がっているので、これを壊してしまうと下のものも潰れてしまいますので、ご注意ください。実際試していくんですが、この作りになっている理由ですね。合わせてご紹介できればと思うんですが、まずはですね、ヘリジノ君で試していきますね。ヘリジノ君ですね、捉えることはできるわけなんですけども、これ飛んでるのはちょっと下が水だったんで着地ができなかったっていうだけなんでね、着地しといていただいて問題はないんですが、攻撃が通るんですね。一マス開けても攻撃が通ります。一応一マス開けてると、ヘリジノ君であればですね、ヘイトが切れていますので、トラップ的にはですね、こっちで眠らせる感じになります。ケツ側から攻撃すると、攻撃してですね、ケツにヘイトが行く場合もありますので、それを防ぐためにこっち側に攻撃場所を作ってます。ヘリジノ君の場合ですね、頭出るんで、全部扉でもいいんですけど、他の子も含めてできるようにですね、こっちから攻撃場所を作っているというものになります。今これで寝たんですけども、飛ぶときに落とすんで、運ぶことはできません。これは半マス上げても無理だったんで、無理です。あとはこれでちょっと囲っていただくぐらいですかね。別で防御するということはできます。そういう作りとなっております。残念ながらですね、ちょっと建築物から攻撃を素通りしてダメージが入るようになってしまっているので、バグなのかどうなのかわかんないんですけれども、現状としてはですね、レックスとか攻撃的なものに関してはちょっと使いづらいところになってきてます。中型ぐらいであればですね、比較的こっち側にですね、攻撃を寄せて使えるものにはなりますし、トリケラとかですね、攻撃的でない子たちに関しては捉えれるというものになってます。ちなみにアルゲンでも利用可能です。中に入れるのが大変ですけど、中に入れてしまえばですね、アルゲン転移もできることになりますので、ぜひご活用いただければと思います。昔ほどちょっと万能性が出ません。まだちょっと研究しきってないところではあるので、またちょっと時間ある時にですね、研究してバージョンアップできればなと思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。あとはですね、この他の部分の建築になりますので、まずは登る用のスロープですね。スロープ貼るときなんですが、下からだと貼りにくいので、上に登ってですね、貼っていただいた方がいいです。揺れるんで、スナップのポイントがずれてしまうので、こっちに天井を貼っていただいてですね、一回壁バージョンで作ってみましょうか。発電機をここに行きまして、冷蔵庫を置いていただいて、ベッドを置いていただくと。フリーにしていただいて、作業台ギリギリ置いていただく。ここにもう一個壁ですね。あとはライトなんて置いてみていただくと明るくできるよというところですね。ある程度は抑えれると思いますので、ある程度ここは登れると思いますのでね、壁パターンということになりますね。あと一個余裕あるんでね、もう一個伸ばしてもいいですしね。こんな感じで作っていただければいいかなと思います。続いて、ケツによるケツのためのケツトラップですね。これに関しては、元々の通りなので、大したことはないんですけども、普通に4マスのところに両側に登竜門を置いている状態ですね。実演だけしておきますね。場所は特別どの場所につけてもいいです。この間隔だけ4マスの範囲だけ置いていただければ問題はないです。今回ちょっと召喚したんで低いところ飛んでおりますが、この状態でケツで追っかけていただいてですね、高さ合わせていただいて、後ろからですね、追い越して、この状態ですね、にはめていただきます。高さ合わせて後ろから侵入すれば結構簡単に捉えれます。あとは降りてですね、打っていただくというものになるんですが、ケツ頭ですね、トサカの下の小さい範囲でしかないので、頭ちっこいんでね、くちばしなんでほとんど。ヘッドショット判定取るのはちょっと難しいかもしれません。
あとは後ろに伸ばしてですね、もうちょっと顔がこっちに来るようにしてもいいかもしれないですね。はい、寝ました。これで OK なんですが、ケツですね、現状寝てるんですけど、ケツですね、このまま滞空している状態でもですね、スタミナが減っていきます。ただし、乗っている状態でもですね、移動すると抜けます。なので、ゲーム終わるまでずっとその場で飛んでおかないといけないです。使う場合はですね、結構スタミナに振っておく必要があります。はい。では、いかがでしたでしょうか。本日ですね、ケツに関しての嬉しいお知らせと悲しいお知らせをお送りいたしました。嬉しいお知らせとしてはですね、恐竜用ゲートを置けるようになりましたので、このようにケツ用のケツトラップとかですね、万能のケツトラップとか、再び利用可能となりました。ケツ用のやつはですね、恐竜門でなくても柱とかでも作れると思いますので、コスト計算してないんですけども、作りやすいんで回収もできるし、いいんではないかなと思います。万能の方に関してはですね、残念ながら壁貫通でダメージが届いてしまいますので、もう少しうまいこと何かすればですね、できる可能性もあるかもしれないんですが、ちょっとまだ色々試したんですけどね、やっぱりちょっとダメージが届いてしまうようなので、レックスとかは使えません。ヘリジノはギリギリ使える感じにはなりますね。あとちょっと試していないんですが、中型ぐらいであれば、一マス開けてる分もありますし、ヘイトが届くかどうかのところではあるので、ヘリジノみたいに距離そんなに届かないとは思いますのでね、なんとかなるかなとは思っているんですが、ちょっと全部試せてはないので、いけたいけない含めてですね、またコメントいただければと思います。その他ですね、あまり攻撃的でないもの、トリケラとか装飾系のものとかであればですね、余裕持ってトラップに入れれると思いますので、ぜひですね、ご活用いただければと思います。移動速度がないんで、ちょっと厳しい面はありますが、離れたところでですね、連れて帰るときですね、恐竜の移動とかもできることになりますので、トラップにもなるし、輸送にもなるっていうところもありますのでね、次回はですね、ちょっとリクエストの部分も含めてですね、ちょっと検証の動画を上げようと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。